こんにちは、マリーです。今回は神秘的な癒しの森のお部屋を作ります。光が差し込み、水の音も聞こえる空気の美味しいお部屋です。ハウジングのコツも少し交えて解説してみますので、最後までお楽しみくださいね。制作の前に床の内装をマス目のあるセラミックフローリングに、天井照明を視界の邪魔になりにくいクリスタリウムシャンデリアに変更します。そして今回は完成形をしっかりイメージしながら作ることが大切なので、完成後のお部屋の写真を画面に置いておきます。それでは作っていきましょう。まず、ランシンガルーダの長椅子を裏返してお部屋の左奥に設置します。お部屋の一番角で2本の柱のちょうど間に来る位置に置きます。次にリムレーンの祝福を取り出して斜めにしてから今置いた長椅子の前に設置します。この時ガルーダの長椅子の羽の部分が表からは見えなくなるように置きましょう。続いてローズトリリスを2つ取り出します。斜めにしてリムレーンの滝の内側に並べておくのですが、上の方の水色部分にローズトリリスがあまり出てこないような位置を探しておきます。次にウッドスラットパーティションを取り出します。水色のところから見えるように2色のローズプランターを並べて貼り付けます。貼れたらウッドスラットからプランターを剥がす壁掛け剥がしを行います。今回調度品の浮かせはありませんが、壁掛け剥がしを何度も使うので、ぜひここで覚えてみてくださいね。まず剥がしたいものがくっついている家具、今回はウッドスラットを選択して台座に乗せる機能を無効にします。次に剥がしたい家具、今回はローズプランターを選択すると、このように家具が別の場所に行ってしまいますが、ここで ESC キーを押すと元の場所に戻ってきます。もう一つのプランターも選択してから ESC キーを押します。これでウッドスラットからローズプランターが剥がれました。続いてリムレーンの周りを隠す囲みを5つの白金ダンスで作っていきます。1つ目はリムレーンの尻尾と平行になるように斜めにしてから、尻尾を真ん中にしつつタンスから何もはみ出ないような位置に設置します。2つ目も斜めにして1つ目の角と合わせるように設置します。3つ目は斜めではなく縦にまっすぐにして同じく角を合わせます。反対側も同様に作ります。次にウッドスラットを取り出して複製された足場を貼り付けます。この時先ほどの白金ダンスの上から
足場が飛び出ないような高さに調節します。そしてウッドスラットを一つ目のタンスと平行になるように動かして、一つ目のタンスと足場の間に隙間ができないような位置に調節します。位置が取れたらウッドスラットから複製された足場を剥がします。ここから囲みをお花で飾り付けていきます。ローズプランターを倉庫から取り出してタンスの上に沿わせるようにしながら、リムレーンの尻尾を隠せる位置を見つけて、サブメニューの配置するから設置します。隣にも同じように設置しましょう。尻尾も隠れていますね。同じように2色のローズプランターで周りを囲んでいきましょう。タンスと平行になるようにしながら全部で6個設置します。続いてウォールプランターをローズの外側に倉庫から出して設置していきます。タンスに沿わせていくと、このようにツタが垂れ下がった雰囲気が出せるので、この感じで周りを囲んでいきます。サイドは複製された足場の飛び出た部分が目立たなくなるように設置しましょう。反対側も同様に貼り付けていきます。続いてマカロンクッションを使って滝の中に座れる場所を作っていくのですが、まずはこの家具の特性をお見せします。マカロンを倉庫から取り出してキャラの背よりも高い位置に設置してみます。このマカロンの真下でジャンプをすると、マカロンの上に乗ることができるんです。それでは実際に設置していきましょう。倉庫から取り出したマカロンをリムレーンの白いふわふわの内側に設置します。隣にももう一つ倉庫出しで設置します。これで足場に乗ってジャンプすると滝の上に乗れましたね。マカロンクッションは椅子判定があるので座ることができます。そして広めの足場としての判定もあるので滝の上の範囲を歩くこともできます。森を見下ろせる特等席ですね。滝ができたので周りの森作りに入ります。ステージパネルを取り出してまっすぐ縦にしてから、ローズトレリスの外側の木のところと接する場所に移動させます。反対側も同様に設置します。ここからが本格的な森作りなのですが、作るときに意識してほしいポイントがあります。それはアシンメトリーです。アシンメトリーというのは左右対称でないことですが、この森を真ん中で区切ってみると、
左右で含まれる要素が違っていて、ランダムな感じになっていますよね。さらに、手前から奥にかけて高くなる作りや、片側だけのカーブの導線が奥行きを生んでいます。この構造的なアシンメトリーをさらに補強して森の感じを出すために、植物の家具を置くときは特にアシンメトリーを意識していきましょう。それでは続きです。グリーンパーティションを先ほど置いたステージパネルに重ねます。グリーンが半分くらい出るイメージですね。もう一枚にも重ねます。これだとちょっと左右対称な感じがあるので、グリーンパーティションをそれぞれ少しずつずらしてみます。いい感じですね。次にイミテーションスモールステンドクリスタルを滝の内側の両サイドに貼り付けます。さらにクラックドアーチウィンドウもサイドのパネルに貼り付けます。続いてグリーンパーティションをパネルにつなげて1枚置きます。少し斜めにして緩やかなカーブをつけるイメージです。そして右奥にシュラウドキャノピーベッドを設置します。後からバランスを見て調整もできるので、右奥に斜めに設置してあれば大丈夫です。ここで一度反対を向いて入り口側を作ります。マーブルアーチパーティションを一番ドア寄りの真ん中の位置に置いた後、1グリッド分向かって左に移動させます。次にステージパネルを3グリッド分斜めにしてアーチ部分につなげておきます。アーチの大理石にパネルが接するように置きましょう。そしてこのパネルにグリーンパーティションを重ねます。さらにもう一枚、今度はキャノピーベッド側からつなげておきます。紫色にならない位置を探して置いてみてください。この上にもう一枚ステージパネルを重ねます。この2組のグリーンパテとステージパネルの重ねはアシンメトリーを意識してあえてぴったり重ねずずらすのがコツです。ここでキャノピーベッドをもう一度調整します。両側のパーティションの真ん中くらいが目安です。最後にグリーンパーティションをもう一枚隙間を埋めるように設置します。続いて反対側を作ります。グリーンパーティションを隣のパネルにつなげておきます。次に切り株の食卓2つをタンスに沿うように置きます。この上にシュラウドカウンターを重ねます。カウンターの足が見えないように切り株を調整します。続いてオールドテーブルセットを縦向きにして設置します。二人掛けになるように半分を埋める感じで置きましょう。
次にステージパネルを斜めにして一度置きます。もう一枚をマーブルアーチとの間を埋めるように置きます。1枚目のパネルの面積がやや広いので調整していきます。ここからこのエリアの装飾をまとめておきます。クラックドアーチウィンドウをパネルに貼り付け、グブラフローランプを斜めにして電球2つ分を出しておきます。テーブルの上はお好みですが、アフタヌーンティーセットとテーブルオーケストリオンを置きました。続いてオレンジの鉢植えを2つ並べて切り株に重ねます。この鉢植えが複製された足場の出っ張りを隠す役割を果たしてくれます。左側にはウッドワークランタンを置きます。このランタンは EX 家具なので手に入らない場合は別のランプを使ってみてくださいね。次はベンチを作っていきます。御用邸のタクシーを回転させて、一番大きな半円が半分くらい出るようにタンスの境目から生やす感じで設置します。そしてウッドスラットにウォールボックスシェルフを貼り付けます。このボックスがベンチの座るところになるので、ベンチの手すりになるタクシーの半円よりも低くなるように貼り付けます。貼れたらウッドスラットを裏返してボックスがタンスに沿うようにします。ここでウッドスラットからウォールボックスシェルフを剥がします。続いて縁台を斜めにしてウォールボックスシェルフの真下に設置します。縁台がすべて見えなくなる場所に置きましょう。これで座るエモートをすると、ボックスの上に座れました。縁台は3人掛けですが、スペース的には2人掛けのイメージです。ベンチの上にはツインクッションを2つ置きます。色はお好みで変えてみてください。最後にベンチの周りにも切り株の食卓を2つ置きます。一つはベンチの真下あたりに、もう一つは手前に大きく張り出すように設置します。次はベッドの後ろに窓を張ります。今回大活躍のウッドスラットをキャノピーベッドの装飾の前あたりに設置します。倉庫からイミテーションオブロングウィンドウを取り出して、1枚目はベッドの高さに合わせてサブメニューの配置するから設置します。2枚目は1枚目につなげるようにして同じように貼り付けます。境目は木の枠を重ねるようにしましょう。貼れたらウッドスラットを動かしてベッドの装飾と窓が自然に重なるように調節します。位置が決まったらウッドスラットから窓を剥がします。
続いてはカーブの階段作りです。初心者さんにとってここは少し難しいところですが、完成までもう一息なので頑張りましょう。階段にはウッドロフト6枚を使います。1枚目は倉庫から出して表示できる一番下の高さまで下げてから、ドアとパネルに合わせるようにしてサブメニューの配置するで設置します。2枚目以降はウッドスラットを使います。2枚目は1枚目よりもほんの少し高い位置でウッドスラットに貼り付けます。貼れたらウッドスラットを回転させたり移動させて、後ろの壁に沿わせつつ1枚目の角と合う位置を探します。できたらウッドスラットからロフトを剥がします。3枚目は切り株の半分くらいの高さに合わせて貼ってから、ウッドスラットを動かしてカーブの段差に見えるような位置を探します。手前2つの角の位置を目安にしてみてください。置けたらウッドスラットからロフトを剥がします。次の4枚目は切り株よりも少しだけ高い位置に貼り付けます。スラットを動かしてベンチと壁の間をつなぐように置きます。なかなか合わないなぁ。できた。お分かりいただけただろうか。できた。ロフトが貼られたウッドスラットに窓がくっついてしまいました。階段を作るときはくっつき事故が他にも起こる可能性がありますが、もうどんなに慣れてもこの事故は起きるので、めげずに剥がしていきましょう。うまくリカバリーできたらハウジンガーとしての経験値もアップするはず。無事剥がれたので続きです。5枚目のロフトはキャノピーベッドを隠せる高さに貼り付けます。斜めにしつつベッドをすべて隠せる位置を探しましょう。置けたらウッドスラットからロフトを剥がします。この段は高すぎると歩いた時に引っかかる場合があるので、スムーズに歩けるか一度確認します。それではラストの6枚目です。手前で一度適当な高さに貼ってから、ウッドスラットを奥に移動させます。6枚目は最後の段なので、5枚目とバラの囲みをつなぐ高さに調節します。ロフトが半分見えるくらいがちょうど良いですね。高さ調整ができたら、ウッドスラットを奥に動かして、ロフトがバラの内側に入らないように置きます。
置けたらウッドスラットからロフトを剥がします。階段ができたら1段目からスムーズに歩けるかを確認します。快適な動線はハウジングの大事な要素なので、もし引っかかるところがある場合はやり直しをお勧めします。これで階段が完成です。次はベッドエリアを作ります。ロフトベッドを枕が手前になる向きにしてから窓の前に設置します。その下に跳躍作業台を設置します。そしてアイビーカーテンを倉庫から出して跳躍作業台に沿ったポジションでサブメニューの配置するから設置します。続いてローズトレリスを窓の左半分に重ねるように設置します。グブラフロアランプをベッドの近くのアーチウィンドウのあたりに設置します。これでベッドエリアは完成です。ここからバランスを見ながら全体の装飾を整えていきます。テーブル側にローズトレリスを追加します。反対側にも設置します。こちらには窓も追加します。植物の合間から光が差し込むイメージで貼り付けます。ここにローズウォールプランターも追加します。次にドアの前にウッドスラットを置いて、クラックドアーチウィンドウをマーブルアーチのカーブに合う高さに貼り付けます。下の空いているところにはローズウォールプランターを貼り付けます。貼れたらウッドスラットから窓とプランターを剥がします。次にプランターパーティション2つを切り株の上に重ねます。ランダムな感じの置き方がいいですね。切り株の上には狐のぬいぐるみを置きます。さらに切り株の下にベンチを仕込みます。空いている部分の床にはザナランリーフラグを置きます。ロフトのズレが気になったのでちょっと修正。入り口脇には棚を作ります。ザナランデスクを置いて、
パイッサハンギングチェアが少し出るように重ねます。ここにウッドワークランタンを置くと、パイッサチェアの網目の影ができて綺麗な光源になります。ここで照明を1に落として、天井照明をスカイライトシャンデリアに変更します。最後に森側にも光源を追加します。神秘的な雰囲気を出すため、ローズの中にはランプマリモランタンを置きます。窓の近くにはカーバンクルランタンを置きます。少し空いてしまっているところにウォールプランターをもう一つ足しました。右奥にもローズトレリスを追加します。階段の途中にはウォールプランターを倉庫出しで設置します。そしてインダイレクトウォールランプを倉庫から出して、天井の針に引っ掛ける感じで滝の方を照らす向きを探して、サブメニューの配置するから設置します。反対側にも同じように設置します。癒しの森が完成しました。滝の音を聞きながらゆったりと過ごしたり、木漏れ日の中でお昼寝をしたり、狐と本を読んだり、この森で日々のお疲れを癒してくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。